はい、どうもどうも。今回はね、デジタルウォッチについて、その黄金期に生まれた名品珍品を紹介していきます。デジタルウォッチは通常のアナログと違って、好き嫌いのね、あるモデルかもしれないです。で、今はね、そうでもなくなってきてるんですけれども、ビジネスマナーとかではね、デジタルは良くないとか、冠婚葬祭では現金とか、カジュアルで幾分か下に見られてるイメージがあります。デジタルウォッチ好きの人はそういう意味で悔しい思いをね、これまでしたことがあるかもしれないです。で、この動画ではデジタルウォッチが好きな人はもちろん、いいイメージを持ってない人にもね、見てもらいたいなと思って作りました。そのデジタルウォッチの歴史を知ることで、1000円に満たないね、そんな時計がきっと素晴らしいものに見えてくると思います。それではね、早速デジタルウォッチの世界に浸りましょう。まずはデジタルウォッチの登場から開発競争が進んだ黄金期までの流れを見ておきます。異論は大いにあると思うんですが、機械式の腕時計の黄金期は1950年代後半から1960年代にかけてです。腕時計のね、生産数が伸びて、業界自体が大きく発展した時期にあたります。で、この後、1969年12月にクォーツ式が成功から発売されます。スイスでもアメリカでも研究が進んでたんですけれども、それでプロトタイプが作られてました。で、ただ世界で初めて販売したのは日本の成功だったわけです。そこから少し経った1970年代の前半から1980年代の前半まで、おおよそ10年間なんですけれども、この期間を私はデジタルウォッチの黄金時代っていうふうに呼んでます。で、開発競争でね、次々に新しいモデルが投入された、とてもね、面白い時期にあたります。一方で、スイスの時計産業っていうのは、機械式のシェアを失って、デジタルウォッチの開発でも遅れを取りました。そのため、スイスの時計産業はこの時期大ダメージを受けて、時計産業で働く人の数はピーク時のね、3分の1まで一時期減っていたみたいです。で、世に言うね、これはクォーツショックです。で、クォーツ式がね、象徴的なので、クォーツショックっていうふうに言われてるんですけれども、詳しく調べてみるとね、その前の段階で、機械式腕時計のシェアもね、日本に食われてて、スイスの一強体制が崩れた時期っていうふうに考えていただいたらいいと思います。さて、デジタルウォッチの黄金期は3つの期間に分けられます。これはね、私の勝手な分け方ですので、一般的な話ではないんですが、黄金期の時期は3つの期間に分かれると私は思ってます。で、それで、1970年から74年までが、プロトタイプの発表から、その後のね、デジタルウォッチの基礎が作られた創世期にあたります。で、次の1975年から79年までは、デジタルウォッチの多機能化が進んだ発展期です。さらに1980年から1983年まではデジタルウォッチが一つの完成形にたどり着いて腕時計以上を目指した時期です。これを私は成熟期と呼んでます。で、この3つの期間に区切ってね、代表的なモデル、それからその期間のトレンドを解説していきたいと思います。それで解説に入る前に、デジタルウォッチがこの時代どういう捉え方をされてたかっていうのを紹介しておきます。現存する最古の機械式のウォッチっていうのは1500年頃みたいです。そこから400年以上にわたってね、改良が進められるわけなんですけれども、クォーツ式の誕生で全く違う超速の仕組みが登場します。最初に発売されたクォーツ式腕時計のアストロンはアナログ表示でした。クォーツ式はね、確かに正確なんですけど、従来のアナログ方式だと歯車とか針で時間を表示します。そういう、物理的な制限がかかってしまうので、クォーツ式本来の正確さが発揮できないんじゃないかっていうね、見方がありました。歯車がね、こう摩擦が、なんていうんですか、ちょっと強くなってとか、
そういう形でクォーツのそのままの正確性がね反映されないっていうことが、あったわけですね。それで、クォーツの振動で取り出した正確な時間をそのまま電子的に処理して時間を表示すれば、もっといいということで、そういうわけでクォーツ式プラスデジタル表示っていうのはこの当時にあってね、未来の時計像としてリアルに捉えられてました。そしてもう一つ押さえておかないといけないのは、クォーツ式とデジタル表示の組み合わせっていうのは機械式腕時計で長年ね積み重ねられた時計技術との連続性っていうのがないっていうことなんです。でそのためデジタルウォッチの開発や製造販売っていうのは腕時計メーカーの枠を超えて行われていて、いろんな新規参入したメーカーがありました。でそういうところもねこの時期のデジタルウォッチのね面白いところなんですよ。前置きが長くなりました。本題へ行きましょう。デジタルウォッチのプロトタイプっていうのは1970年から1971年にかけてね発表されてました。そして1972年になってとうとう市場に出ます。世界で初めて発売されたデジタルウォッチは1972年の4月にアメリカのハミルトンが出したパルサーというモデルです。一番最初の限定モデルは当時2100ドルしたそうです。今の円に直すと150万円近くする高価な腕時計です。金無垢のねケースが使われてて、その分価格が上がってるっていうのはあるんですけれども、後になってね価格を抑えたステンレスケースのモデルも、出てます。ディスプレイには LED が使われてます。今は液晶、LCD ですねが主流なんですけれども、最初のデジタルウォッチでは LED が使われてました。画像は時間が表示されてるんですけれども、実際はボタンを押した時だけ時間を表示する仕組みになってます。電力のね消費がすごく大きかったので、電池交換のね間隔を空けるための、苦肉の策だったわけです。今からするとね時間を確認するためにボタンを押さないといけないっていうのは、両手を使わないといけないっていうのはねちょっと考えられないんですけれど、この当時は、これが許容されてました。このパルサーが出た後にマイクロマっていうねアメリカの会社がデジタルウォッチを出します。これは世界で初めて液晶を使ったデジタルウォッチです。このマイクロマっていう会社は当時ベンチャーの会社でですね、同じく1972年にインテルが買収します。インテル入ってるのはインテルですね。1977年にタイメックスに売却されてしまうんですが、 IT 業界の大手メーカーもねデジタルウォッチ分野っていうのが、この先有望だ、先進的だっていうことでね、買収したわけです。1972年に発売された3つのデジタルウォッチの最後がアメリカのラーゲンという会社が出したシンクロナーという腕時計です。異様なね形状をしていて、知らないと一目見て腕時計とはわからないと思います。通常文字盤がある部分にソーラーパネルが設置されていて、世界初のね光発電の腕時計です。時間の表示はベルトの付け根あたりにあって、ボタンをスライドさせると時刻が表示される仕組みです。それで画像で見ただけではちょっとね分かりづらいと思うので、 YouTube の紹介動画から一部引用させていただいて、解説したいと思います。ソーラーパネルのサイドにスライド式のボタンがついてます。そのボタンをスライドさせることで、こういうふうにね時間が表示されます。そして時刻だけでなくて秒と曜日もね表示できて、いろいろと考えられた作りになってます。ここまで見たように1972年っていうのはねデジタルウォッチの歴史の中で、もう記念碑となるモデルが3つもね出た年でした。この後日本やスイスの腕時計メーカー、それからねアメリカの他業種のメーカーがどんどんね参入してきます。そんな中で日本の成功は
早い段階でね、デジタルウォッチを発売したメーカーの一つです。セイコーはプロトタイプを1971年にね、発表してたんですけれども、初めてデジタルウォッチを発売したのは1973年です。クォーツ LC-VFA というモデルで、液晶ディスプレイで時刻を6桁表示する初のね、デジタルウォッチでした。で、液晶そのものもね、その前に出してたマイクロマが、DSM というね、表示方式を使ってたんですけれども、セイコーが使ったのは、その後主流になる TN 方式というものです。こういう形でちょっと地味なんですけれども、そういう液晶ディスプレイのね、面でも先進的なモデルになってました。加えて、日本のシチズン時計も、セイコーがクォーツ LC-VFA を発売した翌年にね、初のデジタルウォッチ、クォーツリキッドクリスタルを売り出します。後になってクリストロン LC っていう風に名前が変更されるんですけれども、セイコーに1年遅れはしましたが、日付や曜日もね、表示してて、当時ね、切り替えて表示されていた内容を一つの画面で確認できるっていう、画期的な、方式を採用してました。現在、セイコーやシチズンと並ぶ日本の腕時計ブランドといえばカシオです。そのカシオが初めて発売した腕時計がこのカシオトロン QW02 です。それまでね、電卓事業でカシオは成功してたんですけれども、同じ液晶を用いた電子機器っていうことでデジタルウォッチに注目してね、時計業界に参入しました。今見て面白いのは裏蓋のね、カシオのロゴマークなんですよ。で、カシオの商品を私全部知ってるわけじゃないので、いつまで使われてたのか、どんなモデルに使われたのかっていうのはちょっとわからないんですけど、カシオの文字がね、三角形に組み合わされたロゴが使われてます。このロゴがね、なんかかっこいいですよね。で、このカシオ計算機っていうのは、カシオさんという3人の兄弟がね、始めた会社なんですよ。そのカシオ3兄弟、カシオカシオカシオを表したロゴなんだと思います。ここまで紹介したブランド以外にもデジタルウォッチを作った腕時計メーカーっていうのはね、たくさんありました。で、1975年以降のものも含まれるんですけれども、有名ブランドの初期のデジタルウォッチを集めました。左からオメガ、ジャガールクルト、ロンジン、オリエントです。今となってはね、違和感を覚えるかもしれないんですが、当時はね、こういうデジタルウォッチを販売してました。で、デジタルウォッチが登場して、まだ間もないんで、デザインはね、各社が独自に作ったものになってます。定番的なデザインが確立して、似通ったものがね、後になると増えていくんですが、その前の段階ですね。なので、こういうデザインのバリエーションがね、すごくね、面白いんですよね。さて、デジタルウォッチの創世期のモデルをここまで紹介しました。流線形で無機質なデザイン、さらにクリストロンとかカシオトロンっていうようなね、モデル名の名付けなんかはね、当時流行していたデザインの影響を受けてます。1960年代後半から1970年代っていうのは、スペースエイジとかアトミックエイジって呼ばれる、そういうデザイン潮流が新しいとか進んでる、イケてるっていう風にね、されてた時代なんです。科学万能論と言ってもいいと思うんですが、科学技術が進歩して人々の生活を豊かに、素晴らしい未来にするっていうようなね、見方に支えられてます。当時最先端の科学の対象だった宇宙とか原子をモチーフにしたデザインが、採用されたり、それから宇宙船とかその宇宙船の中にありそうなっていうね、 SF で出てきそうなものが人々を引きつけた時代です。画像はスペースエイジまたはアトミックエイジのテイストで作られた掛け時計、それから建築物、さらに大阪万博、これは1970年開催ですね。その時展示された人間洗濯機、ウルトラソニックバスの画像です。結構懐かしい人ももしかしたらいるかもしれないですね。で、左側はね、1960年代後半から1970年代にかけて公開された SF 映画の
代表作品をリストアップしました。映画の方はね、今でも続編が作られ続けているものもあって、宇宙とか科学っていうテーマがね、盛んに取り上げられた時代です。次は1975年から1979年にかけての発展期のモデルを紹介します。この時期はアナログの機械式時計の機能がデジタルウォッチで再現されて、どんどんと多機能化が進んでいった時期です。機能ごとにね、分けて解説をしていきます。まずはクロノグラフ編です。ストップウォッチ機能がついたデジタルウォッチは、セイコーが世界で初めて発売しました。これは1975年のことです。画像左のクォーツ LC クロノグラフっていうモデルです。最初期のね、デジタルウォッチと比べると、幾分か現代的になってます。で、当時のポスターには、する人、見る人、スポーツマンのっていうキャッチコピーが使われてます。デジタルウォッチの持つイメージっていうのがね、クールでさらに若々しいものだったことが、ここから伺い知れます。セイコーはこの後もね、クロノグラフのデジタルウォッチを開発していきます。右側は1979年のセイコーカタログからの引用です。アラーム機能を組み合わせたアラームクロノグラフっていうシリーズ、それからシンプルなクロノグラフっていうね、ものもありました。今何も知らない人が見るとね、カシオのスタンダード、いわゆるチップカシアンっていうふうにね、思うかもしれないですね。機能性とかデザイン性でも一つのね、完成形と言ってもね、いいんじゃないかなと私は思ってます。で、この動画でもデジタルウォッチを、この後たくさん紹介していくわけなんですけど、その中でも私はこの辺のデザインがね、一番好きですね。地に足のついた機能だけを備えてて、これからやりすぎなね、モデルをたくさん紹介するわけなんですけど、そういうのと違ってデザイン、それから機能の両面で落ち着きがあってね、惹かれますね。セイコー以外にももちろんクロノグラフのデジタルウォッチは出してました。その中から2つ紹介したいと思います。左はホイヤー、現在のタグホイヤーですね。右側はオメガがそれぞれ出した、クロノグラフのデジタルウォッチです。で、種類はね、それほど多くないんですけれど、スイスのメーカーもね、こういうのを作ってます。今からすると、こんなん作ってたんやっていうふうにね、驚くかもしれないんですけど、いわゆる珍品ですね、これらは。はい。で、珍品のデジタルウォッチで、ちょっとね、私も不思議なんですけれど、第一印象を見た時にね、全然惹かれないんですよね。なんやろ、変なもん作ったな、みたいな感じで思うんですけど、なんかだんだん見ていくとね、なんかじわじわというかね、なんとなくかっこよく見えてくるんですよね。私だけかもしれないんですけれども、そういうなんか独特の味わいがあるんじゃないかなと思ってます。次に計算機能のついたデジタルウォッチを紹介します。世界初の計算機能付きのデジタルウォッチっていうのはハミルトンが開発しました。世界初のデジタルウォッチのパルサーからタイムコンピューターカリキュレーターっていう名前でね、1975年に出してます。小さなボタンがついてて、スタイラスでね、押して入力する形でした。当時ね、高級品だったことがわかるような堂々としたデザインですね。で、注目してほしいのは、使われてるボタン電池の数ですね。もうギャグみたいなんですけど、4つ入れられるようになってます。実使用を考えるとね、かなり無茶な製品だったんじゃないかなと思います。この計算機能付きのデジタルウォッチは、ハミルトン以外のね、アメリカのメーカーもこぞって製造販売してます。で、後にね、IT 企業として成長するナショナルセミコンダクターとか、それからヒューレット・パッカードも参入してます。共にね、シリコンバレーに本社を置く企業で、IT 業界の歴史にね、名前が残る、共に有名な企業ですね。特に、ヒューレット・パッカードの出した HP01 っていうモデル、右下の画像のものなんですが、このモデルはね、パルサーのタイムコンピューターカリキュレーターと並んで有名なモデルです。
ここまではアメリカのメーカーの出したモデルを紹介してます。日本のメーカーも計算機能付きのモデルを発売してます。シチズン、セイコー、カシオがそれぞれ出すわけなんですが、今画像で出してるのがね、そのモデルです。この中では、シチズンの丸型のモデルがね、目を引きます。左端のモデルですね。この機種はデジタルカリキュレーターっていう名前で1977年に発売されてます。で、後になると四角形でディスプレイがね、上にあって下側にボタンが配置されるレイアウトがスタンダードになるんですが、まだそうしたスタンダードのない頃に作られたんで、独特のレイアウト、独特のデザインになってるわけです。で、丸型の中央にディスプレイ、その周囲に円状にボタンが配置されるっていうね、まあこういうモデルはね、二度と作られないんじゃないかなと思います。まあそういう面白いね、機種ですね。セイコーも同じく1977年に計算機能付きを出してます。で、さらにカシオは、ギリギリ1979年ではないんですが、1980年1月1日に C80 というモデルを発売してます。一緒にね、紹介しているわけなんですが、カシオの C80 が画期的だったのは、ポスターのね、左側に小さく指でボタンを押す絵がついてると思います。それまでね、スタイラスとか専用の器具でボタンを押してたんですが、指で押せるようになってるんですね。ディスプレイ下のボタンとケース側面のボタンがあって、計算機能付きのね、デジタルウォッチの完成形といってもいいように思います。なんとも言えない素朴さがあって、変な話なんですが、素朴さに加えて可愛らしさのあるモデルに思います。当時の価格は75ドル、今の250ドル、為替換算すると2万8000円ぐらいしたみたいですね。今紹介している1975年から1979年っていうのはデジタルウォッチの新しいモデルがね、たくさん作られました。その中で注目すべきものを追加で紹介しておきます。シチズンはこの時期にデジタルとアナログを組み合わせたデジアナっていうモデルをね、出します。今思うとなんでこれがたくさん売れたのかね、ちょっとよくわからないんですが、とても人気だったようです。で、後になってセイコーもデジタルとアナログ表示のモデルを出していて、セイコーはね、ハイブリッドっていうね、シリーズ名で展開してます。さらに、シーズンはソーラー発電と組み合わせたデジタルウォッチも発売します。このモデルの前にアナログでもね、ソーラーを採用してるんですけれど、デジタルにもね、それを採用したわけです。今はディスプレイを通して発電するんで、ディスプレイと別にソーラーパネルがあるっていうのはね、これはかなりレトロな雰囲気をね、醸し出しますよね。ここまで多機能なデジタルウォッチを紹介してきました。前に言ったようにね、もともとデジタルウォッチっていうのは高級品だったわけです。で、多機能ではないんですが、セイコーは価格の高い上位のデジタルウォッチも出してます。画像の右側のモデルですね。色味でなんとなく想像がつくと思うんですが、ドレスウォッチのデジタル版です。で、価格はね、多機能なスポーツ系デジタルウォッチの倍ぐらいする、高価格のモデルで、デジタルウォッチの扱いがまだ定まってなかったので、多機能化っていうだけでなくて、こういうふうにドレス系のデジタルウォッチも作ってみるみたいな形で、いろんな方向でね、進化させようとしてたわけです。いろんな試みというと、スイスのオメガもね、面白いデジアナを出してます。これは1981年に出されたエキノゼっていうモデルです。1975年から79年までっていうことで、このくくりでここは紹介してたんですが、これはね、ちょっと外れるんですが、この流れで紹介したいモデルなので、特別に取り上げました。これはドレスウォッチ版のデジアナですね。で、文字盤部分が可動式になっていて、アナログ表示とデジタル表示を入れ替えられるようになってます。で、ジャガールクルトっていうね、スイスのブランドがレベルソっていう、有名なモデルを作ってるんですが、そのデジアナ版ですね。で、発想も面白いと思いますし、デザインもね、素晴らしいなと思います。で、デジタルウォッ
チではね、珍しくこう引き締まった印象を受ける、デザインじゃないかなと思います。さて、ここまでは1975年から1979年までの多機能化について見てきました。主にアナログの機能をデジタルで再現するっていうことにね、力が注がれた時期です。で、計算機能については、腕時計には回転計算尺って呼ばれるね、ベゼルを備えたモデルもあって、そういうのがもともとあったんですけれども、そのコード版と考えていただいたらね、いいんじゃないかなと思います。ここからは腕時計がある種腕時計以上のものになっていきます。1978年から1979年頃にデジタルウォッチの技術的なね、ブレイクスルーがありました。消費電力が格段に小さくなって、ディスプレイのセグメントの数が増えて、さらに中に入ってる IC の素子数も増えました。そういう技術的な余裕が出たわけですね。なので、シンプルな時計機能以外のね、機能も盛り込んで、時計だけではオーバースペックすぎるので、いろんな機能をね、腕時計型にしていったわけですね。まず紹介するのは1980年発売のセイコーデジボーグ、それに1981年発売のシチズンジェットボーイです。それぞれストップウォッチ機能、タイマー機能、アラーム機能、デイデートのオートカレンダー機能、それにデュアルタイム機能が備わってます。それまでデジタルウォッチで培ってきた技術を全部注いだみたいなモデルなんですね。で、その多機能さを表現するためにデジタルウォッチっていう売り出し方ではなくて、腕に巻くメカ、腕に巻く装置としてね、売り出してます。で、現在でもね、人気のあるモデルで、今でもかなり高額で取引されてます。このあたりまでは腕時計の進化として納得がいくっていうかね、自然な流れだと思います。この後は幾分か方向性がはっきりしない、多機能化が進んでいきます。最初に紹介するのはシチズンの出した3つのモデルです。1982年に出したサーモセンサー、1984年のボイスメモ、1982年のラジオボーイです。それぞれね、温度測定、録音、ラジオの視聴っていうことができるモデルです。で、腕時計に追加する新たな機能としてそれぞれ選ばれたわけなんですけど、今思うとね、どれも特に必要のない機能じゃないかなと思います。ちょっとこう言ってはね、ちょっと悪いですけれども、当時はね、もっと新鮮に受け止められたのかもしれないんですが、今ではね、こういう余分な機能っていうのは、レトロさを強調する、アクセントとしてね、使われるような感じですね。この時期のシチズンが方向性を見失ったみたいな感じで言ってますが、それはね、何もシチズンだけではないんですね。セイコーもなかなかぶっ飛んだものを作ってます。セイコーは1982年にテレビウォッチ、それから1984年に UC2000 を出してます。で、テレビウォッチはその名の通り、テレビが見られるような腕時計ですね。で、後ろの黒い四角の箱はチューナーです。で、これは当時世界最小のテレビでもあったそうなんですよね。で、右側の、UC2000 は腕コン、リストコンピューターとも呼ばれてたモデルです。キーボードで入力した情報、文字がいつでも見られることを売りにしてました。で、入力できた容量っていうのは1000字、1000文字ですね。そのファイルを2つ、最大2000文字だったみたいです。今のね、情報端末と比べるとね、比べ物にならないぐらいの性能なんですけど、用紙とかメモ書きを持ち歩くところから、メモリに保存された情報を持ち歩く時代へのね、大きな一歩だったのかなと思います。シチズン成功ときたので、最後はカシオです。カシオはゲーム10というね、ゲーム機能を備えたモデルを1980年に出してます。で、ここまで紹介したシチズンとセイコーが実用性のある機能をね、腕時計化してたんですが、カシオは娯楽の分野の機能をつけてます。
それがちょっと独特ですね。画像左側のモデルの青い液晶部分で遊ぶ形です。で、カシオは電卓にゲーム機能をつけたゲーム電卓っていうのも作ってて、この時代のカシオの開発の流れだったのかなと思います。それで右側は、1985年、もっと後になってからのカシオのカタログです。よりゲーム性を追求したモデルも作ってます。子供はね、こういうの釣られるんでしょうね。いつでもどこでもゲームができるっていうのはね、この時代ではなかなかなかったので、すごく魅力的だったと思いますね。G-SHOCK ファンの皆さん、お待たせしました。1983年にカシオは G-SHOCK を発売します。今でも続く大ヒット商品ですね。セイコーもシズンも腕時計以上のものを目指してデジタルウォッチを進化させていったわけなんですけど、 G-SHOCK はそういう背伸びをせずに、腕時計としてね追求したっていうのがね、この時代にあって素晴らしいことじゃないかなと思います。で、他のメーカーもスポーツタイプっていうのは出してたんですけど、それをね極めたモデルです。で、2018年で35周年だったわけなんですけど、デジタルウォッチのシリーズっていうのがここまで続いてるのはもうこれ以外ないんじゃないかっていう、そういう特別な存在です。最後にその後のデジタルウォッチ、腕時計業界について簡単にまとめました。当初はねデジタルウォッチを盛んに開発してリードしていたアメリカなんですが、1980年までにほとんどの企業が撤退してます。アメリカは当時世界でも人件費の高い国で、もともとね高付加価値の商品しか作れない、作っても商売にならないっていうね状況でした。で、デジタルウォッチの開発競争が進んで単価がぐっと下がってね利益が出なくなったんですね。そのため業界から撤退することになりました。それから、当時アメリカは LED のディスプレイが主流だったんですね。で、それに対して日本は LCD、液晶を使ってました。その部分でね、LCD が競争で優位に立ったっていうのも、一部影響してます。一番最初にデジタルウォッチを開発したハミルトンのたどった道が特にね、象徴的です。もともと資金の余裕がなかったハミルトンは、パルサーを発売した後、機械式部門ですね、伝統的な腕時計部門っていうのを1974年にスイスの SSIH、これはスウォッチグループの前身になる企業集団ですね、そちらに売却します。そして、儲かっていたパルサーのようなね LED のデジタルウォッチに、絞ります。ところがねこれも行き詰まってしまいます。で、早くも1977年にパルサーブランドっていうのはフィラデルフィアのね企業に売却されます。で、それで1979年にセイコーがそのパルサーブランドっていうのをさらに買い取って今ではセイコーのブランドになってます。セイコーのね海外展開しているブランド名でパルサーっていうね、名前が使われてるんですけれども、これはねもともとハミルトンのパルサーから来てます。ちょっとしたね腕時計の豆知識ですね。一方日本もデジタルウォッチの単価が下がってね利益が出にくくなったので、どうにか価格を維持しようと頑張ります。そういう事情もあって1980年以降のモデルっていうのは本当にねこの機能いるのっていうような機能も追加して価格維持を目指したわけなんです。ところが不要な機能がね、追加されてもなかなか魅力的なものにはなりませんよね、普通に考えて。それでこの流れは失速します。で、アメリカと同様日本もね低価格路線が中心になるんですが、G-SHOCK だけはね生き残ってます。デジタルウォッチでリードしたはずのアメリカも日本も苦しい状況になるわけです。ここで息を吹き返したのがスイスなんです。日本とアメリカに機械式、クォーツ式、
デジタルウォッチのね、どの分野でもシェアを奪われて、一旦は苦境に立ったんですが、業界を大再編してね、スウォッチを登場させます。そこから流れが変わるわけですね。うん、で、日本もアメリカも実用的な機能をね、どんどん求めていったんですが、スウォッチは価格の安さと、それからデザイン性を売りにしてました。そういう趣味性の高さで勝負したわけですね。うん、で、その後、機械式時計が見直されたっていう流れも皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、そういう趣味性の高さっていうのがこのスウォッチ以降ね、大きな流れとして続いてるんだと私は思ってます。さて、デジタルウォッチの黄金期についてここまで解説しました。ここからはね、現行で買えるモデルを少しだけですが紹介します。まずは日本のブランドからです。デジタルウォッチといえばね、今はカシオというイメージがあるんですけど、G-SHOCK が一番有名ですね。他にもね、たくさんのシリーズ、バリエーションをカシオは出してます。その中で私が一番好きなのはスタンダード。いわゆるチプカシ、海外ではクラシックとかヴィンテージって呼ばれてるシリーズです。一定のね、支持を受けてるんですけれども、一般には安物と思われてると思います。まあこれはね、もちろん、本当に安いので間違ってるわけじゃないんですが、ただね、この動画をここまで見ていただいた方は、別の見方にもね、なってるんじゃないかなと思います。デジタルウォッチの黄金期に作られたデザインを今でも作り続けてるわけなんですよ。で、いわばね、こういうスタンダードのデジタルウォッチっていうのは、生きた化石のような製品で、単なるね、こうレトロさ以上の存在と言ってもいいと思います。次に、シチズンです。1982年に出たサーモセンサーの復刻版が出てます。情報量の多い文字盤が少年心をくすぐりますね。うん、で、シチズンの通常のラインナップ以外に、チックタックとか、あとセレクトショップとコラボした別仕様のものも出ていてね、いろんなバリエーションがあります。そしてセイコーは今回紹介した時期の後になって出したモデルですね。ディスプレイが傾いて付けられたモデル、それを復刻してます。画像左側のモデルです。バイク乗りがね、ハンドルを持ったままでも、ディスプレイが正面で見られるようになっていて、アナログ表示の腕時計でもね、同じタイプのものがあったりするんですが、デジタルではかなり珍しいものです。さらに、右側はデジボーグの復刻版です。正確には復刻というより現代アレンジっていう方がね、良さそうなんですが、当時すごくメカメカしかった、デジボーグがだいぶマッチョになってね、なんかこう、メカメカしさが少し抑えめになってる、テイストです。日本のブランドはデジタルウォッチをね、今でもよく作ってる方です。海外でもラインナップしてるところがいくつかあって、その中で特に紹介したいモデルをここで挙げました。一番びっくりしたのは左上のブローバのモデルですね。昨年2019年に復刻してて、これかーって思いましたね。で、オリジナルは1976年みたいで、この動画でね、創世記っていうところで紹介したシンクロナーに似た形状をしてます。これを出したのはね、かなり冒険だと思いましたし、逆にね、競合相手のいないところにね、攻めてきた感があってね、めちゃめちゃ驚きました。加えて、特に取り上げたいブランドは右上のね、タイメックスです。タイメックスっていう会社は、創業以来、低価格な腕時計を製造してます。1977年にインテルからマイクロマの事業を買って、アメリカのメーカーがどんどんとデジタルウォッチから撤退する中で、デジタルウォッチをね、作り続けてるブランドです。で、タイメックスはスイスで言えばスウォッチ、日本で言えばカシオのようなね、位置づけになるんじゃないかなと思います。後のモデルについては紹介を省きます。デジタルウォッチにね、興味を持たれた方はぜひね、他のブランドも調べてみてください。はい、ここまでデジタルウォッチクロニクルということで、
デジタルウォッチの歴史と時代ごとの代表モデルを見てきました。最後に私の持っているデジタルウォッチをね、いくつか見てもらいたいと思います。実際つけてどんな感じか雰囲気を味わっていただけたらなと思います。まずこれが1980年製のセイコーデジタルアラームクロノグラフです。防水性の高いシルバーウェーブのモデルです。なかなかね、状態がいいものが手に入って、仕事の時もね、ローテーションで使ってます。裏蓋にはシルバーウェーブの波マークもちゃんとついてます。ベルトはやや時代感のあるペラペラなブレスです。純正でセイコーのロゴがね、バックルにちゃんと入ってます。実際につけるとこんな感じです。多分何も知らない人が見るとチップ化しにしかね見えないと思います。ただ低価格を売りにしたデジタルウォッチではないので、作りはね本当にしっかりしてます。次が1981年製のセイコーデジタルで同じくシルバーウェーブのモデルです。先ほどのアラームクロノグラフとたった1年の違いなんですが、ディスプレイが大きく、セグメント間のコントラストがはっきりしていて、文字もね、すごく見やすいですね。で、残念なことなんですけど、ベルトは純正ではありません。いろんな方向から見るとね、この腕時計も、作りの良さがわかります。こちらも実際つけるとこんな感じです。大きすぎず小さすぎずね、サイズ感もなかなかいいんじゃないかなと思います。こちらは1978年製のシチズンのデジタルウォッチです。ディスプレイにいろんな情報が所狭しと詰め込まれているのがね、とてもレトロでいいなと思います。次はジャンク品です。デジボーグはね、本当に高騰してて、ケースが綺麗だとね、ジャンクでももうジャンクとは思えないような価格で取引されてたりして、まあ、とりあえず一つ確保という形で、置いてある分です。次がカシオの G-SHOCK です。2018年に発売されたフルメタルのね G-SHOCK です。かなりね、ごっついんですよ、これ。実際つけるとこんな感じになります。めっちゃでかいです。まあ G-SHOCK だからね、許されるサイズ感かもしれないですね。でそれからブレスもステンレスの無垢でね、しっかり作られててかなり重いんですよ。で、実際の重さも結構あるんですが、ベゼルがね、ぐっと突き出てるんで、体感はね、同じ重さの普通のアナログの腕時計以上にね、感じました。最後は、先ほど生きた化石と私が言ったカシオのスタンダードのシリーズのものです。F91W ですね。これは同じものを持ってる人もね、かなりいると思います。同じスタンダードで黄色のね、差し色が入った F94W っていうのもあります。似たような感じなんですが、ベルト部分のね、幅と厚みが微妙に違ってて、付け心地はね、少し違ってたりします。またしてもね、だいぶ長い動画になってしまいました。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。おそらくね、デジタルウォッチに全然興味がなかった方もね、いたと思うんです。そんな方がね、少しでもデジタルウォッチも案外悪くないなとか、面白いなと思っていただけたんならね、動画が作った甲斐があります。ゆっくりしたペースなんですが、また動画をね、出していきますのでね、皆さんまたよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。